大野里土俵入りであります。横綱大野里露払い隆の勝太刀持ち高安行司は木村庄之助であります。十両の筆頭で幕内に上がって相撲を取るってやっぱすごいことですからね。そうですね。先場所1月は1年ぶりの十両陥落という状況でした。ただしっかり9勝6敗勝ち越して今場所は西の十両筆頭、ですから佐田の海も今場所勝ち越せばまた来場所幕内に、いやそうなんです。佐田の海関すごいんですけど、やっぱ玉鷲関の記録がちょっとすごすぎて、そうですね、はい、ちょっと影に隠れてるんですけど、霞んでしまうんですけどね、はい、でもすごいことですからね。この後41歳の力士も出てまいりますが、はい、さあ時間です。藤亮が押し相撲得意、佐田の海中に入りたい、押し合いだ、前に出るのは藤亮が突き出しました。藤亮がの勝ち。藤亮が嬉しい2日目に新入幕初白星を挙げました。その応援タオルも揺れております。エディオンアリーナ大阪。これは松鳳山さん、藤亮が嬉しい白星になりました。そうですね、取らせませんでしたね。そうですね、圧力ありますよね。はい、この押し相撲が持ち味です。拓殖大学からこの大相撲の世界に入ってまいりました。十両に落ちていたんですが、琴恵光昨年の新入幕以来のこの幕内の土俵ということで、このしこが綺麗。これ結構やっぱり勇気いると思うんですよ、このしこ踏むときって、ちょっとバランス崩したらおっとっとってなるわけじゃないですか。確かに、普段からやっぱこういうしこ踏んでる、ちゃんと踏んでる。こちら朝白龍は入幕2場所目です。先場所新入幕終盤3連勝で勝ち越して幕内に残りました。対する琴恵光は再入幕で昨日初日敗れています。失礼、琴恵光は昨日勝ちました。朝白龍は昨日敗れています。軍配返っています。張っていきました朝白龍です。少し引いた琴恵光、そこを出ていきます。左が覗いた、前に出ていく、押し出しました。朝白龍の勝ち。朝白龍勝って今場所の初白星、琴恵光は今場所の初黒星ということになりました。ちょっと伸び上がるだけのような立ち合いをしてしまうんですよね。よくやっぱ立ち合いやっぱりもっとしっかり当たってですね、圧力かけて、せっかくやっぱあんだけいいしこ踏んで下半身柔らかいんで、もっと相手の中にの差で番付がその分上がったり落ちたりするんですが、ですから御嶽海は黒星が1つ先行で負け越してはいるんですが3場所続いていますから、そんなに番付が落ちていないという中で西の前頭15枚目です。いやでも御嶽海の前みたいなんですね、体寄せるのもうまかったですからね。
お互い押し相撲得意ですがタイプが違います。画面左の金峰山は立ち合いで両腕を相手の胸をついていくもろ手突き得意ですが、今日はどういう立ち合いになるでしょうか。もろ手突きでいきました。下から起こそうと金峰山、中に入りたい御嶽海、右が覗きました。金峰山も一瞬右を差しました。再び右を差すか、一瞬覗いた、回し引けない、回り込んだ御嶽海、なおもついて前に出ていきます。右四つだ、上手は金峰山、前に出るのは御嶽海、寄り切り御嶽海の勝ち。攻防、そして流れがある一番になりましたそうですね。もうちょっと御嶽海もちょっとダメかなと思いましたけど、はいよく残しましたね。残しましたね。御嶽海勝って連勝発進となっています。相撲同士の2人が最後は四つに組み合う展開。これポイントどんなところですか。やっぱりこうやっぱ御嶽海がやっぱ下から攻めてましたよね。はい。なんでやっぱここでもうちょっとダメかなと思ったんですけど、うまく回り込んで、で胸あって右四つになったんですが、上手金峰山でしたけど構わず相手をこうなんかどっかを集中してみるっていうよりは相手を全体的にこうぼやっと見るような感じで見てましたね。千代翔馬、今映っている千代翔馬なんかは立ち合い変化といって八挙に残ったの瞬間に、どっちかに左右にパッと飛ぶっていうね、戦法も割と使う力士なんですけど、そういうの今日この力士してきそうだなみたいなのは分かるんですか。なんかこう足の位置とかでもこう相手の視線がどうなってるとかいうのを見ますよね、やっぱり。なるほど。さあ今日は立ち合いどうか。張っていきました千代翔馬、左を差そうとするんですが差させません。翔猿、押し合いになった、突っ張りに変えた千代翔馬、前に出ます。押し出し千代翔馬の勝ち。手数で勝りました。一気に攻め切りました千代翔馬。千代翔馬は張り差しを今日は選択しました。これでもこうなんていうんですかね、これ多分あるあるなんですけど、なんかあんまり勝ちすぎてるとなんかもういつか負けるとですから今回でいうと翔猿が圧倒的に対戦成績良かったんですけど、やっぱこういつか負けるんじゃないかなとかちょっと思ったりとかするんですよ、やっぱ土俵の上だと。でもなんかこう蓋開けたらやっぱこうやっぱ今場所も合い口良かった番付から序二段3段目幕下立って十両からがいわゆる何々関と言われる関取になるわけですからね、でそこからお給料が発生するんですもんね。そうですね、そこにやっぱ上がるまでにやっぱ相当苦労するんで、みんなやっぱ怪我もあったりするし、ということでその幕内で藤青雲今場所上がってきて昨日勝ちました。連勝なるでしょうか。対するは錦富士です。左が入りました藤青雲です。向こう側上手引けているかどうか。普段藤青雲右四つ得意なんですが、左四つは錦富士得意の形。右四つつけます錦富士、下手を引きました藤青雲。向こう側上手引けていないか。錦富士もまだ上手は引けません。押っつけながら上手を探ります。胸が合います。これ藤青雲は得意の形ではない。これただ頭をつけているのは藤青雲か。頭つけられていないですね。背中見えているのが錦富士。前に引こうと錦富士、掴んだ、上手引きました。錦富士が上手を引きました。こうなると盤石ですが、下で振っていく藤青雲、残します。ゆっくり引きつけながら残す藤青雲、寄り切りました。錦富士の勝ち。長い相撲になりました。肩で息をしています藤青雲。なんていうんですかね、これ藤青雲これ得意じゃない方になったじゃないですか、この時はやっぱりちょっとこう俵を背負ってそういう風にしないと、でこれもちょっと無理にこうやって反ってこうやって振りにいってるじゃないですか、でなるとやっぱりこう怪我のリスクもすごい高くなるんですよ。腰ぶつけられて上手も取られるし、どんどん自分が不利な体勢になっていきますよね。なのでやっぱこの後やっぱ四つ相撲でやっていったりとかするなら、やっぱそういうところをもうちょっと変えていかないとダメかなっていう気がします。さあその体の大きさでいうとこの朝紅龍も178センチ125キロ、小兵です。ただ筋骨隆々、今日も僧帽筋がすごいですね。いやすごいですね。いい体しますよね。
で地元大阪出身ですからご当所ということで気合が一段と入っていると思います。昨日の初日は翔猿に勝ちました。幕内力士としては2度目のご当所、対するはウクライナ出身の獅司です。さあ体の大きな192センチ171キロの獅司に対してどんな相撲を小兵の朝紅龍が取っていくんでしょうか。思い切りぶつかっていく、巻き替えに行くんですがさせません。右の押っつけは獅司、今度は押し合いになった、はたき込み残した獅司、そこを押し出しました。朝紅龍の勝ち。朝紅龍ご当所で連勝発進。こうやって先に動いてますよね。そうですね、はい、やっぱりちょっと獅司が頭下げに来たところうまく引きましたね。はい、ありがとうございます。思いっきり怖がらず正面からぶつかって踏み込んでいきましたもんね、朝紅龍が。朝紅龍も本当前にも攻めるし、はい、横にも動くしいろんな動きするんで、本当いいと思いますね。本当このままこうもうちょっとこう得意な方向に持っていって形にいって、はい、で勝ちにいくとかするとやっぱもう相手は嫌ですよね。はい、四つに組んでも勝てないし突き放されても勝てないしどうしようって思ってくれたらもうそもそももう最初からもう一歩勝ってる状況になるんで、自分のペースですもんね。はい、なんですごいあるんですけど、それがやっぱり横綱大関になった場合はもう絶対負けられない状況になってくるんで、その元大関というのが朝乃山です。はい、だから朝乃山の方がやっぱどっちかというとやっぱやりづらいですよね。先場所負けてるし。先に拳を下ろしたのは欧勝海。差し手争いになるでしょうか。お、上手を求めにいった、そこ一気に出ました。朝乃山の勝ち。欧勝海がちょっとガバッと取りに行きましたか。これはやっぱりもうやっぱその上手投げで勝ったイメージが強すぎたんじゃないですか。なるほど、なるほど。勝負一気でした。もう朝乃山は頭を下げて一気に前に出ました。これがやっぱ前場所負けてるようになるとやっぱりこう幕内は維持できなくなってくるので、やっぱ幕内はやっぱ上位の力がある人はやっぱりこう2場所連続ってやっぱなかなか勝たしてくれなかったりしますよね。よりもデータとしては1センチ上回っているんですが、体重が約30キロ少ないということで、過去の対戦でいうと1対1です。昨年11月初めて顔があって、その時は時疾が勝ちました。先場所は押し出しで豪ノ山が勝っています。ちなみに時疾大阪では入門以来負け越しありません。じゃあもう得意な場所ですね。験がいい場所ですね。少し手を出してきました時疾です。引いた、中に入ってもろ差し前に出た豪ノ山。いいですね。こういう相撲いいですね、豪ノ山の。今松鳳山さんがおっしゃっていたような相撲がまさに出ました。いいですね。これやっぱ押し相撲だとやっぱこういう風に中に入るのやっぱ大事ですよね。地元大阪、やっぱ大関上がっていく時の御嶽海みたいな感じの相撲ですよね。そうですね。御嶽海関もこう体を丸くして得意でしたからね。これ玉鷲と対戦するとき何を考えて対戦しましたか。ギネスおめでとうございますというね応援のボードもありますけど、玉鷲関はやっぱ当たり強いんで、やっぱこう離れるとやっぱ分が悪かったので、なるべく先に回しを取って体を密着するっていうことをやっぱ考えて相撲を取ってました。なるほど。そういう意味では狼雅は四つ相撲、回しを引けばおそらく狼雅突き放して玉鷲です。しかし過去の対戦は狼雅の2対0、1年ぶり3度目の対戦です。お互い昨日の初日は黒星。頭でいった、かましていった玉鷲、左の突きから前に出る。どうだ、軍配は軍配狼雅、物言いはつきますね。物言いつきましたつきませんか。ついてないですか。失礼しました。一瞬時計係のご当主の鳴門親方がちょっと立ち上がれそうな素振りを見せたんで物言いついたかと思ったんですが、物言いつきません。立ていきました。立ち合いです。こんだけ力強く相撲を取る人いないですから、41歳で。玉鷲の方が先に手ついてますね。
いややっぱ玉杉頑張ってほしいんですよね。そうですね。45歳までは絶対行ってほしい。しかもね、この相手とぶつかる競技ですから、そうですねコンタクト競技ですからね。はさあ今日の対戦相手は欧勝馬です。過去の対戦2対2、お互い連勝連敗ないんです。勝ち負けの繰り返し。順でいうと裏なんですが、さあ今場所どうでしょうか。欧勝馬は押し、いなし、引き技が鋭い欧勝馬、対する宇良はどういう相撲を取るか、いろいろな技を持っています。立ち合い成立、押し込んでいくレスリングのような攻防になっています。レスリング出身同士、中に入りたいか宇良、様子を見ながら距離を取って欧勝馬、そこを押し出しました。宇良の勝ち。館内は来ます。何かエディオンアリーナ大阪、一足早くピンクの桜が咲いているようなそんな宇良のタオルが揺れています。お互いレスリング経験者ですから、ちょっとこう様子を見るような、間合いができるような攻防になりましたね。そうですね。こう欧勝馬の方はやっぱこう突っ張ってお互いレスリング経験者ですから、ちょっとこう様子を見るような、間合いができるような攻防になりましたね。そうですね。裏の方がどんどん前に出て、それをさせないように、してどんどんこう後手に回していったっていう感じでしたね。はい。今場内にアナウンスがありました。先ほども申し上げたんですが、伯乃富士が、昨日の一番で怪我をしていた左足親指のまた関節を痛めてしまったということで、今日から休場、正代の不戦勝ということになりました。実はこの両力士の対戦が過去伯乃富士の3対0でしたから、正代は不戦勝で伯乃富士戦初白星ということになりました。自分のね今コメントでもねありましたけども、で昨日は大野勝に勝って、今日の対戦相手阿炎、今日阿炎がテーピングありますね。昨日の初日から腰背中にかけて非常にしっかりとテーピングを施して土俵に上がっています。阿炎、昨日ちょっと前に相手に出られてですね、琴勝峰に敗れたんですが、何もできなかった、残せなかった、ちょっとコンディションが心配です。お互い押し相撲得意、しかも立ち合いもろ手突きが得意な両力士同士。先にですね。もろ手突きの阿炎、引いた、そこをついていきました。押し出し、一山本の勝ち。やはり阿炎ちょっと体に力が入りませんね。そうですね。まっすぐ引いてますからね。一山本、これで初日から連勝となりました。一気に前出ていくんですけども、もっと前出ますよね。でもやっぱ山本これもろ手突きで来るのもやっぱ分かってるし、下からしっかり当たってってますよね。こう早く勝負を決めましたね。そうですね。やっぱ前に出るとですね、やっぱ上位戦でもいい相撲取れると思うんで、やっぱ絶対先に攻めること大事だと思うんで、やっぱ手足も長いからですね。そうですね。でやっぱなかなか落ちないんで、一山本引かれても、頭下げていきますけど、なんでやっぱそういう相撲をやっぱどんどん取っていってもらって、三役小結関脇ってなってほしいですね。頑張ってほしいですね。自分に番付抜いてほしいですね。関脇まで抜いて関脇までは上がってほしいと。そして今場内にアナウンスがありました。自分の力出した方が勝つっていう。ちなみに過去の対戦で言いますと、大栄翔の7勝2敗。ただ直近昨年の5月当たってはたき込みで平戸海勝っています。10ヶ月ぶりの対戦。結構立ち合いでどうなるかですね。そうですね。さあ軍配返りました。だいぶ前みつ引けない、中に入った平戸海、一気の相撲でした。寄り切り、平戸海の勝ち。平戸海、今日も速い相撲、いい相撲でした。いい相撲でした。大栄翔の手が抜けてましたね。そうですね。すごい良かったんで、やっぱこの後やっぱ攻めもやっぱ早かったですよね。しっかり体も寄せて、
ちっちゃいお相撲さんやっぱこういう風な感じでやっぱいい相撲こうやってやっぱ考えて相手分かんなくなるし、なるほど、はい、いいやっぱこうですね、やっぱお相撲さんこうやってバチンってやっぱいい相撲取ったらやっぱお互いを褒めたいですよね。そうですね。勝っても負けてもやっぱお互いを褒めたいんですけど、はい、なんかあんまりにもこう一方的すぎたりとか、なんか何もこうなかったりとかすると、なんかどっちも褒めようがなくなってしまうっていうか、なんかいい相撲だったよねぐらいしかなくなっちゃうんでそれは難しいところですから、はい、攻防があった方がやっぱいいですね。いい相撲を期待しましょう。頭でいった、下から起こそうと隆の勝、右が入りました。右四つです。ちょっと引いた王鵬、落ちません。隆の勝前に出ます。寄り切りました。隆の勝の勝ち。こういう相撲だとやっぱり今さっき言ってたようにちょっと褒めにくい、王鵬のことは褒めにくいかなっていう、はい、でもこうやっぱリプレイです。隆の勝押し相撲基本なんですが、右四つでも相撲取れますもんね。はい、やっぱ右刺してからやっぱ早いですからね、刺して前に出てくるのもやっぱこうやってやっぱだから評価の高い相撲、前みつ取るとやっぱ力出しますからね。そのちょっと前みつを取りに行きたいっていうのがちょっと強すぎて、はい、それがちょっと弱点になる場合もあるんですけど。ちなみにこの両力士の対戦は7度あって霧島の5対2です。1年4ヶ月ぶりの対戦。さあどうなるでしょうか。お互い四つ身四つ相撲が得意です。前みつ引けません。美ノ海ついていこうと霧島です。押し返す美ノ海、少し引いた霧島、もう一度引く、前に出る、押し出し美ノ海の勝ち。美ノ海勝ちました。霧島2日目に土。美ノ海いい相撲でしたね。前はやっぱこれ、このなんていうんですかね、もう常にこの左前みつが欲しいみたいな相撲だったんです昔は、はい、だからこの押されてちょっと苦しくなっても下から前みつだけを狙いに行く、で前みつ取りに行ったところをちょっと右から崩されたりとかする感じあったんですけど、小さい人がこう両方がこう活躍してるじゃないですか。確かに、はい、なんでなんかちょうどそれをこう象徴するような2人の対戦かなっていう気がしますね。はい、しかもこう世代間のぶつかりもあるという、はい、藤野川東の前頭2枚目自己最高位です。初の上位総当たりの番付で2日目高安との一番、昨日は霧島に敗れました。藤野川は横に動いてきたりもいろいろしますからね、初対戦やっぱしっかり当たってから何かしてほしいですね。正面からいった右の押っつけ、まわしを引きました。左四つです。左四つは高安の形、前に出る高安、胸が合っています。首投げ、すっぽ抜けた高安の勝ち。高安が落ち着いてましたね。三役やっぱ強かったですね。強いですね。右投げいったと思うんですが、すっぽ抜けるような格好になってしまいました。もっと動かないとダメでしたね。やっぱこうやって今までやっぱ平幕相手ではやっぱこれで勝負できたかもしれないですけど、やっぱ三役相手になるとやっぱなかなか忘れていくっていう。立ち合いがそんな速いタイプではないじゃないですか、大錦って、はい、圧力がバチンとあるような感じでもないんで、立ち当たって止めてそこからじわりじわり前に攻めていくっていう感じなんで、それをやっぱこうさせないのが吉野富士の立ち合いなのかなっていう感じですよね。先場所実は一番も物言いがついたんですが、結局軍配変わらず、ひっくり返ってましたからね。そうですね、錦の勝ちということになりました。ただ過去の対戦でいうと吉野富士の3対1、先場所は4度目の対戦で初めて青錦が勝ったという1月。さあ今度は綱取りがかかるこの3月、大阪で2日目に顔が合います。昨日は若元春に勝って白星発進、対する吉野富士は大関琴櫻に敗れました。青錦は難敵を退けて連勝発進したいところ。さあ吉野富士止めるか。まずは押し合いだ。低い体勢青錦、
吉野富士は起こしたい、突き放したい、組みました、右四つです。上手吉野富士、低い体勢、頭をつけるのは画面向こう青錦。かいなを返す吉野富士、出し投げ崩す、入れ替わった土俵際、寄り倒し、吉野富士の勝ち。綱取りがかかる大関青錦、2日目に黒星、勝ったのは吉野富士。難敵が大関の前に立ちふさがりました。いや途中止めた時はちょっと青錦有利かなと思いましたけどね。いやいやいや、吉野富士いい相撲でしたね。いい相撲でした休まずにね。なかなかいい相撲でしたよ、これは。はい。もう一度です。いやここですよね。ここでちょっとこれはちょっと青錦かと思った時ですね。こう攻めて左から投げ打って崩して前出てって青錦が普段やることを吉野富士がやりましたよね、これは。青錦としては本当松鳳山のおっしゃった通り、はこれ一番いい体勢、はいあとは上手引けてればよかったですけど、いやいや深く下手取って、はい頭つけてっていう体勢ですもんね。はい、これやっぱ吉野富士もやっぱ相当力つけてますよね。琴櫻のね、本来の意味での復活を待っているファンも多いと思います。対するは東の小結若元春です。正面からいった。まずは押し合い、お互いさせません。少し引いた琴櫻、ついていきます若元春。今度はまた若元春がいなしたところ、押し込んでいきました。押し出し、琴櫻の勝ち。お互い自分の好きな形になることはできなかったんですが、そうですね。難しい感じになりましたね。やっぱ琴櫻もこうやっていなしの攻防があって、これ最初に琴櫻が引いたんですね。そうですね、崩してその後早かったですね、攻めも。時間になるとタオルを渡します、はいこれが一つの合図で、もっと言うと今ちょっと画面が若隆景ですから、今豊昇龍に変わりましたが、これ引きの正面のカメラになるとですね、これ時間になります。このように呼び出しさんがタオルを渡します。でその前にこの仕切りで最後だよ、塩は最後だよというのが、向こう側の東方の今座っているのは元稀勢の里の二所ノ関親方なんですが、行司さんに手を挙げて合図します。そうですね、合図しますね、こうやって。こうなると時間ということで、館内のお客様はそういった仕草を見て、お時間だと言って拍手をするんですね。いや昨日ちょうどお客さんでいつ何回やるのって言われてですね、時計係の親方がいて、こうやって合図出してって呼び出しさんがタオル持って立ったら時間なんですっていう話を昨日したばっかりで。分からないですもんね。ということで、もうこれで塩はありません。時間です。で行司が軍配を正面に向けます。これが軍配を返すと言います。さあ立ち合い、左のつけ、若隆景引いた横綱、後ろを満たせました。後ろにつきました。送り出し、豊昇龍の勝ち。うまく若隆景の圧力をいなしました。若隆景、悔しそうな表情を一瞬見せました。なんかちょっと得意感出てますよね。だからやっぱ連勝中のこのいいイメージがそのまま出ちゃってる感じしますね。お互い低い立ち。余裕ありますもんね。こ
これでも立ち合いとしては若隆景君いつものように低かったですし、はいいわゆる豊昇龍の得意の右を差させないように左をつけて基本四つ相撲ですから右四つ得意なんですが、ただこの横綱相手に思いっきりがっぷりで組んでどうかという部分は当然ありますよね。そうですね、まあ、立ち合いやっぱ大野里がやっぱ横綱がやっぱ弾くと思うんで、弾いた後ですよね、立ち合い当たって、立ち合いの後の2歩目の速さ、はいまあ、これがやっぱ制した方が勝つんじゃないかなっていう感じがしますけどね。昨日初日敗れた大野里対する熱海富士、2日続けての横綱戦、2場所連続この横綱大野里に勝つことができるか熱海富士。先場所は土俵際熱海富士の上手投げと大野里の下手投げの打ち合いで軍配熱海富士も同体取り直しの末前に出てきた大野里を土俵際ひらりとかわして熱海富士が勝ちました。さあ今場所はどうか。2日目で顔が合いました。3月場所2日目結びの一番、横綱大野里対するは新小結熱海富士です。右四つだ、胸があった、押っつけながら大野里、背中見えてるのは熱海富士、上手を引いている、前に出る、寄り切りました。熱海富士の勝ち。なんと横綱大野里2日連続の黒星です。熱海富士2場所連続大野里撃破。熱海富士も早かったですね。上手引くのも、攻めていくのも早かったですね。大野里はなんと初日2日と連敗。熱海富士2場所連続大野里に勝ちました。いやー、たくさんの懸賞金を手にして花道を下がります。リプレイでご覧いただきます。これ立ち合いは、はい、立ち合いはもう、五分でしたよね、ですぐ右四つになりました。でこの後やっぱ早かったですよね、熱海富士の左の上手がですね、はい、やっぱ先に攻めてるのはやっぱ熱海富士ですからね。普段ですと横綱は左上手引けなくてもこの押っつけで右がのけば一気にガーッと前に出ていけるんですけども、そうですね、この体の大きな熱海富士ですからね。やっぱ先にこういうふうに密着されると、上手取って密着されると、スペースがない分ですね、力出しにくくなりますよね。熱海富士勝ちました。先ほど一瞬横綱稀勢の里の二所ノ関親方がね映りましたけども大野里の師匠ですから、はい、どんなね気持ちでいたのか。熱海富士勝って1勝1敗、明日は霧島戦。なんと綱取りをかける青錦と